あうんの呼吸みたいなのってやっぱ分かったりするのかな。あうんの呼吸から程遠いですね。会う人は結構スピリチュアルに興味がない人でも持ち始めた感じ。なんだろうな、ホワイトマジックとブラックマジックみたいな、もともとマオリ族とかさっき言われたバイタハ族の方がいらっしゃるので、ここがタイの中でも一番の貧困地帯なんですね。ここにそこのエネルギーのメッセージの方がね、多くエネルギーさっきからこの人なんか宇宙飛んでる感じするなってさっきから見てて。はい。ということで、始まりました。スターシードチャンネル。ということで、よしです。あきこです。こんにちは。よろしくお願いします。はい。今日はですね、なんと、海外にいるスターシードの面々にお集まりいただきました。ということで皆さん、ちょっとマイクをオンにして、お願いします。パチパチ。こんにちは。こんにちは。こんにちは。はい。インドからです。こんにちは。いいね。です。はい。はい。今日は、なんとですね、海外のね、スターシードの皆さんにお集まりいただきましたが、やっぱり海外から見た日本っていうのはね、やっぱりこう日本の中にいると見えないことが結構見えてくると思います。あとは、海外のスピリチュアルっていうね、ものもそうですし、スターシードっていうキーワードも、どんな風にね、見られているのか、もしくは全くね、そういうのがないのかなとかいうのも含めて、いろんなことをね、お聞きしようと思っております。ということで、まずね、誰から行きましょうか。ちょっと今、この画面上では、ナミさん行きましょうか。ナミさん行きましょうか。ナミさん行きましょうか。はい、ナミさん、ちょっとマイクをオンにしてお話しください。はい、お願いします。はい、お願いします。よろしくお願いします。はい、ちなみに今どちらですか？今、バリ島にいます。おー。ね、ナミさんはね、インド合宿にもね、いらっしゃいましたけども、はい。ね、この、なんて言いますか、こう、独特の、素晴らしいなと思いますけども。ハワイみたいな感じだけど、やっぱりバリみたいなね、なぜかバリみたいな。はい、感じですけどね。でちょっとお話ししてもらおうかね。以前はタイに10年以上長く住んでて、で、そろそろなんか変換期みたいな、自分変えなきゃっていう時に、もうタイでの学びはもう終わったっていう感じになったので、場所を変えたかったんですね。で、タイから引っ越しやすい場所で、私の好きなヨガとか、スピリチュアリティとか、ヒーリングに関われる場所がバリ島だったので。バリのこうスピリチュアルとかってどうなの？もうなんかもう毎日が、もうスピリチュアリティのなんかエネルギーが濃すぎて。なんかヨガのね、関係とか、いらっしゃると言ってましたから、その辺で濃いのか、そういう関係なく、バリ自体がもう全部がそういう濃いんですかね。どういう感じ？そうですね。なんかバリ人の方って毎日、なんか数回お供え物したり、お祈りしたりって多分、インドもそうですよね。もうなんか、そうだね。お祈りをしてる。宗教に沿って毎日の生活を生きてて、なんかね、その神様を信じるその素敵なエネルギーと、なんだろうな、ホワイトマジックとブラックマジックみたいな、二元性のなんだろう、すごい強くって、目に見えない世界と見える世界がもう本当にこう調和してんだろうね。調和してるからそういうのがもう日常として目に見えない世界が動いてる、理解してるみたいな感じなのかね。だから空気も濃いしエネルギーも濃いし、なんかシンガポールとかオーストラリア行くともうすごいエネルギー軽いとか思ったりする。重いんだね。ちょっと重い。いや、参考になりました。ありがとうございます。はい。じゃあね、今度ね、はい、森本さん、どうでしょう？こんにちは。こんにちは。今、どちらですか？ちなみに。今でフランスのパリです。フランスなんですね。はい。愛さんはどうですかね？いろいろこう感じることもあると思うんですけど。
私の場合はフランスに来てからすごく呼吸ができてるって感じが、溝へと魚みたいな感じで、やっぱり日本にいるときはちょっと閉塞感が強かったですね。やっぱりフランスってかなり、なんか個人主義的なね、なんかイメージもあったりとか、日本の、まあ、ある意味こう反対なのかな。なんかそんなイメージもあったりするんですけど。そうですね。結構考え方は本当に逆ですね。まあ、フランスでのあれかな、スピリチュアリティとか、まあなんか、はいダーシードっていうワードもそうです。なんかありますかね。フランスのスピリチュアリティはですね、この間の、ワンネスの扉のジュリアンも言っていたような、基本的な感じですね。見えるものを信じる。そして見えないものはすごく検証してロジカルにデータを取っていくっていうような思考の方が多い印象ですけど、個人的にはすごくスピリチュアルなお友達が多いです、フランス人は。あとそうですね、ただこの今コロナの影響でフランスもいろんなものがクローズになって、2週間ぐらい前かな、私の周りのパパやママの友達関係のみんながこんな話したこと以前なかったなっていうような感じでちょっとスピリチュアルな話を一緒にできるようになったり、面白いように今ちょっと状況が変化している感覚があります。そうなんだ。あうんの呼吸みたいなのってやっぱ分かったりするのかな。あうんの呼吸から程遠いですね。そうなの？あうんの呼吸とりあえず説明して自分がどう思ってるかっていうのをひたすら聞かれますし、私はもうなんか自分のなんかねなんでしょう、どこに行くにも何するにも愛はどう思ってる、愛は何したいんだ、しょっちゅう聞かれてます、ちゃんと言葉にして話して伝えなくちゃいけないんだ。話すのが好きなみたいですね。なるほど。これ面白いね。やっぱそういう感じなんだね。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。いや、面白いな、いろいろと。じゃあ今度何しようかな。レイコ・ジョーンズさん、どうでしょうか？レイコ・ジョーンズさん、お願いします。はい。はい、はじめまして。よろしくお願いします。はい、お願いします。こんにちは。こんにちは。ニュージーランドです。はい。はい、私はそうですね、11年前に、日本から、所持金なし、バツイチ、所持金なしで、そうですね、本当呼ばれるようにニュージーランドに来ました。現地の方とかっていうのはどういう感じなの？やっぱこういうスピリチュアルに対してとか、スターシードに対してどんな感じですか？スターシードっていうのは全然なんか、ないです。ないですね。でも、なんでしょうね。基本的にはやっぱり、ヨーロッパとかアメリカとかね、その西洋諸国と同じような、こうやっぱりイギリスの植民地だったので、制圧してるところがあると思うんですよね。封じてるっていうか。でも自然との接点がすごく多いですね。はい。だから自然に家族とか自分とかつながる時間がもう本当にこう長いと思います。空がバーンって、もうとにかく空で雲が流れてて夕焼けが見えたり、星空が見えたり、自然とともに共存してるっていう感じなんだろうね。貴重なお話ありがとうございました。今度はね、足立さん、どうでしょうかね。足立さん。はい。はじめまして。私もニュージーランドなんですけど。ニュージーランド、いいね。場所は近くて、私は首都のウェリントンにいます。4年目になります。はい。で、住むきっかけは、海に出た時に、なんか、やっと場所を見つけたみたいな感情になって、それでもう1ヶ月後にはもう引っ越しを決めて、今に至るんですけど。すごい鳥肌が立っちゃった、なんか。すごいね。ここ、はい、でも初めて知ってるみたいになったのかな。なんかそうですね。そっかそっか。はい。今、現地の人とかはどんな感じですか？あんまり、こう、宗教にこだわってる方が少なくて、
よく言えば別に何も否定しないですよね。で、彼らにとって大切なものが結構自然なので、多分自然から学んでる人が本当に多いですね。あと家族を大事にします。はい。すごい。なるほどね。やっぱり、あれだね。住んでるからね、わかるようなことだけどね。なんか良さありました？いや、なんかそのニュージーランドが2回たまたま続いちゃったっていうのはなんか意味があるのかなと思って。そうですね。びっくりしましたね。あれですかね、ロード・オブ・ザ・リングといえば、ニュージーランドでしたっけ、あれね。大自然のやっぱりね、そういう中ですよね。ドライブとかしたら、ああいう風景が簡単に見れますし、やっぱりこう、もともとマオリ族とか、さっき言われたバイタハ族の方がいらっしゃるので、こう、あまり他の民族に対しての差別も、私は他のね、ヨーロッパとかに比べたら、差別は少ないかなと。消えちゃった消えちゃったな。はい。ありがとうございます。あれ、私がまた消えちゃった。あきこさん消えちゃった。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。じゃあ、じゃあね、よろしくお願いします。はい。お願いします。はい。職場に向かう途中ということで、今回ちなみにどちらですか？そちらは。場所はどこですか？私はデンマークに住んでるんですけども。はい。どうですか？デンマークってやっぱりこう、日本との違いとか、またね、いろいろこう、あると思うんですけど、その辺ってどうですかね？そうですね。やっぱり、海外全般に言うんですけど、すごくね、私から見たら自己主張が強くて、自己正当が強いっていう印象を受けるんですね。なんかでもデンマークとかって僕のイメージでは、北欧ですもんね。北欧ですよね。北欧の方ってなんかちょっとこう、まだ日本人に近いような、なんていうかな、こう、そんなにこうオープンマインドじゃないようなイメージもあったんですけど、そうでもないんですね。最初はこもってる雰囲気でも話すとそうでもないんで、で、割と、そうですね、例えば誰か病気の人が道端でバタッと倒れたらみんなわーっとやって助けようとするんですね。で、子供連れなんかすごく、なんか見知らぬ人もなんか一緒に手助けしてくれたりとかしてて、で、思ったり、あれなんていう感じで。でもやっぱり、そうですね、もちろん知らない人とか、心というか開くまでは、なんか冷たいっていう感じの雰囲気はありますけどね。デンマークにおいては、なんかその、スピリチュアルとか、スターシードっていうワードもそうだけど、なんかそういうのってどうなんですかね、ちなみに。そうです。こっちの人あまりそういうの信じてない人が多いんで、あまりそう日本みたいに活動的なあれではないんですね。でもやっぱりキリストあれだから神って言うとはいって感じで信じますって感じで。そうか、宗教なんだね。なるほどね。そうですね。そうちょっとありますね。そっか。ありがとうございます。ありがとうございます。ではね、今度は、ゆきこさん行きましょうかね。ゆきこさん。はいはーい。はい。どうもどうも。こんにちは。こんにちは。私は今ミャンマー5年目です。旦那さんのね、仕事の関係で来てるので、前回は中国だったり、韓国だったり、香港だったり、で、その前は旦那さんイタリア人なんで、イタリアも少し住んでました。一番どこが良かったとか、あります？でも多分私の自分のね、心の状態と、なんていうの？マッチしてるっていうか、それもあって多分ミャンマーが今一番好きですけど。そうなんですね。ミャンマーって元ビルマ？ビルマです。ミャンマーってあれパゴダとかあるとこだっけ？こういう。パゴダとかあるところです。じゃあ結構もう現地の人はすごい信仰心が強い感じ？宗教とか。強いですね。お休みの日はパゴダでピクニックみたいな。なるほど。
これ、スピリチュアル事情とか、このスターシードについてはどんな感じですか？その現地の人とか。やっぱ宗教を信じてるから、そっち系ではね、すごくありますけど、スターシードとかは、どうだろう、もう、なんか国民 90% ぐらい天然みたいな感じなんで。平和的なのかな、すごく。うん、平和的ですね。平和的。やっぱ優しいですよね。すごく優しい。エネルギー、なんか、ミャンマーの空港に降りた瞬間にもエネルギーが優しい。ああ。ほわーっと。ああ、すごい面白い。ありがとうございます。全然発展してないですけどね。発展。住んでるから分かることだもんね。いや、参考になりました。ありがとうございます。ありがとうございます。面白かった。今度はね、誰行こうかな。じゃあ、千春さんどうでしょうか？千春さんお願いします。はい、こんにちは。こんにちは。ロサンゼルス、15年目ぐらいですね。はい。まあ友達もいたんで、ちょっと遊びにおいでって言われて行って、この青空がいいって思ってたら、なんかムーブしてきたっていう感じなんですよね。青空でムーブですね。はい。お仕事とかどんなことやったんですか？仕事は、本職は、美容師をやっていて、はい。で、まあ、ヒプノと、あと、レイキも一応できるので、まあ、その辺をこれからはやっていきたいなとは思ってるんですけど、はい。でもまあ、スピリチュアル事情。スピリチュアルは、まあ、ロサンゼルス、アメリカ全体的にもそうなのかな。ロサンゼルスは割とオープンかなと思います。まあ、宗教もいろいろあるんですけど、スピリチュアルやってる人とか、まあ、例えば霊気にしても、割とよく知っている方が多いくらいな、認識っていうんですかね。あると思います。だから、そういう、なんていうんですかね、サイキックの場所とか、なんかよく目にもしますし、そういう集まりとかもあるし、結構、そうですね、メディテーションスペースとかもたくさんあるので、盛んかなとは思いますけど。すごいね。あ、そうなんだね。はい。こんな感じです。面白かった。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。どうでしょうかね。ますみハックさん。フックです。すみません、フック。ますみフックです。はい。ますみフックさん。はい、よろしくお願いします。スイスのチューリッヒからです。スイスは30年ぐらいになります。で、私自身は、15年ぐらい金融機関にずっと勤めていて、で、今は、風水アドバイザーをしています。で、スイスのスピリチュアル事情は、私が体験しているスイスは、チューリッヒとか金融に自分も働いていたし、印象としてはスイスはすごくリッチな国なんですよ、物質的に。で、すごくお給料水準とかも高いし、街のインフラとかもすごく綺麗だし、生活水準が高いというか、で、みんな結構、なんでしょう、こう、いろんなもの、物質的なものに満たされた土台があるので、こう、すごくスピリチュアルなものを探す余裕があるというか、だから、基本すごくオープンだなとは思っているんですね。スターシードっていう感じはあんまり聞かないんですね。ただ、日本とすごく似ていて、なんだろう、やっぱり物質的にある程度恵まれてる国っていうのが多分あると思うんですけど、あんまり宗教ってないんです。日曜日に教会行く人なんてほぼ聞かないですし、もちろんクリスマスとかイースターとかいろいろやるけど、若い人とかは結構イースターってなんでイースターなんですかって言われても、なんだっけみたいな感じで、こう、結構知らない人もいっぱいいるので、すごいそういうところも日本っぽいというかね、日本に近いなと思ったり、
スイス人の気質もすごく日本に近いなと私は思ってるんですよね。こうちょっとシャイで、こうちょっと一つ置いてっていう感じで。なるほど、なるほど。もうね、全部聞きたいことを話してもらったね、今ね。すいません、一気に。いやいや、でもいい、本当に住んでるからね、やっぱり話していただける内容だと思うし、ね、そこの中でやっぱ風水とかこういうスターシードのこととかね、なんか目に見えないことを伝えようとしてるところがすごいなって今聞いてて嬉しかったです。参考になりましたね、すごいね。ありがとうございます。はい。ありがとうございました。では、若さん行きましょうかね。若さん。若さん、お願いします。どうぞ。こんばんは。こんにちは。こんにちは。どうも、アトランタの若です。アトランタの若さんね。スピリチュアル事情は、やっぱり LA とかに比べるともっとクローズだと思います、アトランタは。南部なんで、まず引っ越してきて聞かれることはどこのチャーチに行ってるのっていうのを聞かれます。なんで、もう皆さん、もうチャーチに行くのが当たり前っていう感じですかね。で、スターシードっていうのは、あんまりやっぱりメジャーではないというか、聞かないですよね。ただ、オンラインで見てる限りでは、そういう人が結構今出てきていて、アメリカの中で。で、それはスターシードっていう切り口じゃなくて、自己啓発系とか引き寄せ、そっち系で結構出てきてます。若さんもかなりあれだっけ？やっぱサロンに入って結構変わったって言ってたっけ？そうです、そうです。私はすごい変わってます。すごい楽しそうにね、してる感じがすごい伝わってきたし。そうなんですよ。私は、ほら、スターシートとかスピリチュアルな話できる人いないんで、アトランタは一人も。なので。サロンの中でいろいろ皆さんと交流させていただいて、とっても助かってます。いや、面白かった。ありがとうございます。はい。ありがとうございました。はい、じゃあね、面白いね。じゃあこのね、あきこさんですね。あきこゴースキーさんかな。はい。はい。ドイツのあきこゴールスキーです。おはようございます。こんにちは。おはようございます。おはようございます。私は小さい頃から、なんか親とか先生とかに、なんかダメな子とか、できない子とか、ドジ子としてこう育てられてきて、普通のことができないんですね、きっと多分。地球人としてとか、日本人としてとか。だからできないって言われてたから、すごい本当にできない子だと思って育ってきて、なんだろう。とにかく日本が狭かった。なんか、窮屈で、いつか多分海外に行くんだろうなと思ってて、なんか結婚を機に、なんかドイツにこう、派遣された感じで、言葉もわかんないし、お友達もいないし、っていうところに来て、フランスのアリさんも言ってたけど、結構意見を聞かれるんですね。君はどうなのって言われて、で、君は何に興味があるのって言われた時に、宇宙とか、なんかそういう引き寄せとか、すごいエネルギーとか興味あるんだって話したら、もうザザザーって惹かれちゃって、なんか、みたいな、君はそっちの人ね、みたいに言われちゃって、なんか、でそこでまた、そこの友達もいない。で、今その友達もいないし、日本人もいないんですよね、ここね。だから、やっぱり、ドイツに連れて派遣されたのは、やっぱり孤独をまだ、感じるため、勉強するために、もう本当派遣されたって感じです。ご自身の中でスターシードだって気がついたのは、もう最近？いや、本当スピリチュアルを勉強したのは、5、6年前ぐらいからだったんだけど、もう、自分はもうこれでいいんだって思ったのは、本当サロン入ったぐらいからかな。もうこれでいいよって。だからやっぱりこれのサロンは大きかった。ねえ、周りにそういう話できなかったりね、でもエネルギーが
あれだもんね、すごいこう、スピリチュアルっていうか宇宙的な感じしますもんね。まあ皆さんそうだけど、あきこさん。うん。さっきからこの人なんか宇宙飛んでる感じするなってさっきから見てて。なんか、わかるわかる。アイコンでちっちゃいね。モナリザみたいな、なんか。写真で分かっちゃう。紙モナリザ、わかる、なんだろう。なんかここ宇宙っぽいなと思って見てたんです。あ、そう。やっぱ特派員としてね、行って、そこに必要なんだよね。やっぱりそうそう、自分のエネルギーが必要でそこに行ってるっていう感じであると思うからね。そう。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。面白かった。はい。じゃあ今度はね、YK もうなんかもう読めないですね。そうそう。ああ、いた、笑ってる方がいる。うん、いた、YK さん。はい、すいません。ですね、私、ユキエ・クラムホルツと言います。Y。クラムホルツ。クラムホルツです。はい。はい、お願いします。はい。私はアメリカのサンフランシスコにいます。で、もうすぐ5年です。はい。こっちのスピリチュアル事情は、なんだろう。まあ、多民族の国なんで、アメリカって、さっきも若さんが言ってたみたいに、もう宗教も結構いろいろ、で、お祭りもいろいろ、アメリカ人って割とみんな現実的な人が多いかなっていう感じもするんですけど、なんか案外、その、仕事以外での活動はみんななんかメディテーションやってたりとか、霊気やってたりとか、なんかヨガの呼吸法やってたりとか、座禅やってたりとか、なんか、あれちょっとこう、なんか外側と内側がちょっと違うぞみたいな、ことが見えたりとかもしますね。割とサンフランシスコ、サロンのメンバー多いと思います。この間オフ会をやりたくって募ったら10人くらいポポンと集まってそんなにいるの？すごい。もっと多分いると思います。そうですね。で、エイブラハムとかバシャールとかそういう講演会とかも割と頻繁にあったりとか、クリスタルボールの演奏会があったりとか、なんか、案外探せば割とあったりとかしますね。だからそういう意味ではちょっとオープンなのかもしれないです。なるほど。はい。場所によるんだね。アメリカもやっぱり広いからね、いろんなところがあって。ありがとうございます。はい。ありがとうございました。はい。今では、ね、すごい。今度じゃあね。霊気ぶどうさんね。霊気ぶどうさん。こんにちは。お願いします。オーストラリアのヒロです。霊気ぶどうで活動してます。はい。よろしくお願いします。お願いします。今、オーストラリアをバスで、旅してます。はい。で、現地のスピリチュアル事情。現地のスピリチュアル事情、そうですね。まあ、どうだろう。会う人は結構スピリチュアルに興味がない人でも持ち始めた感じの人が結構いますね。オーストラリアも多民族国家なんで結構宗教バラバラなんですけど、教えてるのはアボリジニーのドリーミングっていうやつですね。ドリーミングってドリームタイムとも言われるんですけど、要は過去も現在も未来もそこに同時に存在しますっていうやつも、学校の授業やってますね。そうそう。スピリチュアルって言ったらオーストラリアではアボリジニー系になるのかなと思いますけど、まあでもなんかこっちの日本人も宇宙人会とか作ってすごいフェイスブックでやったりとかしてますよね。白人系のスピリチュアルとかになると割とこうオーストラリアンブッシュフラワーエッセンスっていうのがあって、そういうのやってる人とか、あとはアロマオイルが好きな人とか結構多いですね、男性の方でも。あれ、今、霊気ぶどうさん、あれだっけ、バスで、あれだっけ移動してんだっけバスで。今、バスからですか？
バスです。マスカラすごいね。マスカラ。なんかその車窓みたいな感じだもんね。なんかすごいね。ダイナミックなことしてますね。いやありがとうございます。面白かった。ありがとうございました。ありがとうございます。はい。じゃあ、今度はね、面白いな。ナオミさん。ナオミストラム。ストラムさん？はい。ストラムです。はい。こんにちは。よろしくお願いします。こんにちは。よろしくお願いします。スイスに住んでます。はい。スピリチュアルなことに関しては、ホメオパシーとか、キネシオロジーとか、そういうのが結構、こっちでは浸透してるかなと思います。でもなんかそれがでもスピリチュアルかと言われれば、ちょっとそこに至るまでには一枚壁がある感じをちょっと感じてます。なんかこう、そこは信じるけど、その先までは行きませんよっていう感じのなんかこう、バリアみたいなものがちょっとあるような気はします。ここ2、3週間ですね、すごいエネルギーの流れは私の中でもそうなんですけど、すごい変わってきてるっていうか、こう、動いてるなっていう感じがあって、すごい仲良くしてるスイス人のお友達で、ずっとナオミが言ってたことがなんだかやっと分かった。もう世界中がつながってるっていうのもすごい分かったみたいな感じに言ってくれたりとか、あと周りの人はなんかこう、なんかちょっと最近違うものを何かこう自分にこう後押しするような違うものを感じるよみたいな感じに言ってきてくれることがちょっと増えてきたかなっていう気がします。はい。すごいね。2、3週間だってやっぱコロナとかでやっぱり自分を振り返ってる感じの人が多いのかね。かなっていう気がします。なんか。考えざるを得ないようなね、状況。みんな一人一人がね、そういう感じになってるんだね。なるほど。ありがとうございました。すごい参考になりました。ありがとうございます。はい。で、今度はね、ひとみさん。お願いします。はい、お願いします。タイの、ラオスとの国境のノンカイってところに住んでます。タイとは縁があって、20年前にタイマッサージの勉強に1年バンコクで留学したんですけど、その時に、ノンカイっていう街に遊びに来て、バスを降りた瞬間になんていうか、めまいがするような、デジャブみたいな来たことがあるような気持ちがあったんです。懐かしいような気持ちになって、日本に帰って、次の月に地元で、ここ出身の旦那さんと知り合って、トントン拍子に結婚決まったんですけど、この辺はやっぱりすごい仏教徒、90% かな、かなりの確率で仏教徒で、しかもタイでも田舎の方なので、宗教と一緒に暮らしてるというか、とにかくたくさん宗教の行事があって、私は言葉はそこまでわからないから、でもお寺が毎手にあるんで、お経の音とか鐘の音とか毎日聞こえるんで、すごい気持ちいいなと思いながら過ごしてます。でもスピリチュアルっていうと、どうなんだろう。そこまで、なんか、愛とか祈りとかなんか、そういうことまで考えてるのかなっていうと、そういう話ができる人はほとんどいないです。なるほど、なるほど。インドと似てるね、やっぱね。あと、前にアキコさんの、YouTube から見たんですけど、私もかわいそうっていうか、ここがタイの中でも一番の貧困地帯なんですね。私に何ができるのかとか初め来た時になんかそういうのでずっと空回りしてて、ここ何ヶ月かで、なんかそういうのがちょっと抜けてきて、もう十分幸せだったのかなって、物的には豊かじゃないけど、エネルギー的には
人もあったかいし、食べるものも新鮮で美味しいし、豊かじゃないかなって気づくようになれました。ああ、すごい。よかったですね。それ気がつけてね。いやー、面白かった。ありがとうございました。参考になりました。ありがとうございます。はい。ではね、今度は、きみえさんどうでしょうか？こんにちは。こんにちは。バッテリーが少ないので、聞こえますか？私は今、オーストラリアのメルボルンに住んでます。私はマッサージの仕事をしているんですけれども、メインで。こっちのオーストラリアのスピリチュアルな感じっていうと、霊気とかもすごいみんな知ってるんですね。で、あと私もマッサージをしているときに、お客様に心のバランスとかを、体ももちろん改善していくのと、心のバランスと両方をお伝えしてるんですけれども、メディテーションの話をすると、すごい、っていう感じで、皆さんに受け入れるような感じですね。で、オーストラリアのスピリチュアルは、だいたいちょっと占いっぽい感じですね。だから、この後自分がどういう風になるのかを聞きたいとか、そういうことで行く方がとても多い感じがしますね。あきこさんもしかしたら今、画面、ネットがね、つながられましたけど、はい、ありがとうございます。はい。はい、どうも。はい。ではね、ちょっと、次の方行きましょう。ではね、ともこさんどうでしょうかね。ともこさん。シアトルのともこです。はい、お願いします。はい、シアトルに来たのは、もう今から20年以上前なんですけど、スピリチュアル事情は、シアトルは結構そういう人多いと思います。なんかやっぱパシフィックノースウェストって、西海岸って言ってもやっぱちょっと人の気質が違ってて、意外とアジアっぽい人が多いんですよね。やっぱ愛想はいいけど、あんまり自分の本音をストレートには言わないみたいな。意外とそういう人が多いんで、結構サイキックとか、なんか、結構そういうの盛んだと思います。そんな感じです。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。面白いね。ね。なおさんは？なおさんの iPad って書いてる。なおさん。はい、こんにちは。はい、お願いします。こんにちは。よろしくお願いします。お願いします。私は今台湾の台北に住んで、今小学校5年生の息子がいるんですが、彼が全く学校がダメで、やっぱりちょっといろいろ苦しくなっちゃって、で、子供もすごいなんかどんどん殻にこもってじゃないですけど、そういう感じになって、で、たまたまちょっとご縁があって、行くかも生きてみたいな感じで。それで、なぜかいろんな人が整っちゃって、ビザだとか仕事だとか学校が一気にダーッと整って、決めてから2週間で準備をして、台湾に来ました。私も子供もこっちに来て、すごく楽になりました。いやでもいい人多いよね、台湾の人って。本当に優しくって、で、あと一番助けられたのは、みんな自分軸で生きてるんですよ。ほとんどの国民が。それが一番すごく気が楽で、やっぱ日本にいるときは、ちょっとはみ出してるっていうか、そういう子供を連れて、やっぱり生きるのはすごく辛くって、でもこっちに来たら、私が何してようが子供が何してようがみんな自分のことしか考えてないんで、すごく楽で、でもかといって無視じゃなくて、見て見ぬふりは絶対にしなくて助けてくれるんですね。だからすごく気持ちが楽で、それでこのサロンに入らせてもらってから、すごいちょっと私もすごい仲間が欲しくって、めっちゃテレパシー出したら、
台湾の人見つけて、すぐ連絡して、今仲間が8人に増えました、宇宙仲間が。あ、8人いるの？台湾に8人もいるの？台湾に8人。台湾に8人いるんだ。日本人なんですけど、参考になりました。ありがとうございます。ありがとうございました。はい。じゃあね、最後に僕キャットさん問いにしたいなと思ったんだけど。キャットさん。キャット LA からです。LA。はい。並木キャットさんっていう噂もあります。はい。並木キャットさんという。はい。LA で、感覚的に見て、あ、この人スターシードだなって思うような人は結構います。アメリカ人で。で、そういう人をちょっと観察してると、やっぱり、ちょっと先を行ってるっていうか、考え方とかも、すごい、熱しやすく冷めやすいっていう、この、ちょっと秋っぽいところもあるんですけど、感覚的にスターシードっぽい人は、いますね。で、あと、ちょっと思い出したのが、10年ぐらい前だったかな、なんかシークレットっていう引き寄せの法則、あれが DVD でやっぱすごい、こっちでもう大爆発っていうか、それの時はもうみんながなんか、イメージボードっていうのを作ってたのをよく覚えてますね。なんかそういうアメリカ人の中の意識の中にこう引き寄せるっていうものについてのこう動きっていうのはなんか日常化的にあるかなっていう感覚がしました。で、あとちょっと今回イギリスの方がいなかったので、ちょっと私がイギリスに行った時にスピリチュアル協会に行ったんですよね。おととしだったかな。その時の体験をちょっと話そうかなとか思ったんですけど、そこではミディアムっていう方が真ん中に教壇みたいなところに立って、でこうみんながこう座ってるんですね。で、その人に対してなんかこう見えるものを勝手にポン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 言っていくようなのが、2000円ぐらいで受けられるのかな。なんか、もう無差別的にうわーってみんなの前でオープンで言われるのがあったのと、イギリスはもっともっとなんていうのかな、スピリチュアルとか、それからその、スピリチュアルのカウンセリング的な場所が、なんかスターバックスを探す並みにあるらしいっていうのを聞きました。だから、割とその、自分の、メンタルをちゃんとキープするために、この月1で自分がこう、積極的にカウンセリングを受けるっていうんですかね。ハリウッドのムービースターの方とかも、その、自分のメンタルを一定にするためにもうそういう専属のスピリチュアル的なカウンセリングをする人がやっぱいるっていうのもお聞きしたことがあるので、なんかそこら辺が今私が思い出せる限りな感じですね。はい。こんな感じで。すごい良かった。いいですか？ありがとうございます。今日のね、ソファーの色は白だったってね。そう、もう意識が飛んで、今すべて、エネルギーで読んでた感じですね。そうですね。そうね、そこのエネルギーのメッセージの方がね、エネルギーのもらいました。すべて、すべて来てます。ありがとうございます。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあね、どうしよう。あきこさん、いろいろね、今日は本当にいろんなことを聞いたんだけど、これにもまたね、今日の回もすごく意味があるんじゃないかなと思うし、見てくれる人にもめちゃめちゃ意味がありそうなんだけど、なんだろう、宇宙的にまた、そういった、なんだろう、海外とかのね、ことも聞いて上で、メッセージってあるんですかね。しましょうかね。よしさんもちょっと、なんか一言言ったら、今回いろんな人たちの話聞いた、よしさんの。僕の、そうね、感想としては、なんか、めっちゃなんか、地球一周旅行したような感じ。本当だね。確かに。本当にね、いろんな国々のことが全部分かっちゃった気もするしね。なんかめちゃめちゃお得な時間だったんじゃないですかね。地球一周旅行って感じでしたね。あとはちょっとあれかな。だから日本のこういったなんか感覚っていうのは、日本はやっぱり、いろいろやっぱり話ができる国だなってもう一回再確認できましたね。
本当そうでしたね。今聞いててね。オープンに。まあでもね、まだ理解してない人もいるけど、やっぱりオープンに話せるところはあるよね。すぐ分かり合えるみたいなとこあるしね、こういう話って。パッとね。なるほど、なるほど。じゃあ宇宙からのメッセージを下ろしましょうかね。まあ、あなたたちは、すべてつながっていて、一つの星の中で、住んでいるっていうことを、まあ、今回は気づいていただくっていうことが、一番の目的だったみたいなんですね。で、今まではやっぱりこう、それぞれがそれぞれ、独立してたというか、こう、やっぱり分けられてたみたいなんですね。全部地球の中っていうのはこう分離して、分離を体験するところだったから、こういう国とかも、やっぱり人も、やっぱ考え方とかも全部分離だったんだけど、今、本当にこう、一つになるときというか、全部つながっているっていうことを理解したり、近いっていうことを理解したり、まあ、全ては同じ一つからできている地球っていうところに、まあ、住んでいる私たちは全部つながってるってことを今体験してて、まあ、知る必要があって、こういう会っていうのが今行われてますって言ってます。そして、遠いと思っていたのはただの幻想であって、とても近い、本当に、なんていうんですかね、あそこに行きたいと思ったらヒュッとやっぱり行けてしまう意識の世界っていうのはなんかそういう感じで、宇宙っていうのも遠い、まあ、地球もそうだけど、あそこに行きたい、星に行きたいと思ったらヒュッと行けてしまう、エネルギーとして波動で行けてしまうっていうことを言ってるのかな。だからそれぐらい本当に近くて、身近な存在、身近なんだってことかな。宇宙がそうだから地球の中っていうのはどれだけ近いかっていうことを、やっぱりそれを認識するっていうのがすごい重要みたいなんですね。これから本当にこう自分の隣人としてそれぞれの国、それぞれの人同士がつながる時が来ていますので、しっかりとつながって自分の家族のようにそれぞれを思いやること、愛し合うことっていうことをやってみてくださいって言ってます。今、いろんなことがあって、過渡期を地球は迎えてる時なんですけど、今こそつながる時ですっていうふうに言ってます。はい。すごい。ありがとうございます。まさにね、まさに今日こうやってね、ネット上で世界大会議ができましたよね。地球大会議。本当でしたね。もう、地球本当に旅行した気持ちになっちゃって、もうなんか、天国行っちゃってもいいかなみたいなね。もうなんか、もうやりきったなみたいな。みんなの話聞いてて、もう旅行行ったなみたいな感じだもんね。じゃあこれまた、どうしましょう。今日最後にね、またみんなで地球のみんなではではってやつをやってみたいなと思いますけど。そうですね。地球のみんなではではやりましょうか。みんなでね。はい。いきます。それでは。はい。ではでは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 。おやすみ。地球の皆さん、ではでは。さようなら。さようなら。ではでは。ではでは。お届けしました。ではでは、ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。またね。